徹底的なね受けで、激辛流のような感じの手ですけど、あなたが先手です。はい、相手2段の方、私先手ですね。対局開始。さあ7六歩でいきます。今回ちょっと居飛車をね指してみようかなと。相手の方も8四歩だったんでね、相居飛車の将棋になりそうですね。ちょっと矢倉でいってみましょう。7七銀でね。で8五歩、これ結構急戦の可能性が結構高くなりましたね。下先の歩を早めについてね。で6二銀、私は4八銀とね。そうですね、やはり7四歩で急戦ですね、この形はね。さあどうしましょうか。5六歩とついて、そうですね、この銀が素早く出てきそうなんですよね。桂ですか。これは桂の形の長急戦ですね。6五桂、これで似た形をねやってますね。これね前ね、これで4八銀上がってるんでね、ちょっとその時の形とは違うんで警戒が必要ですね。6五桂をすぐポンとね飛んでくるのがこの作戦のねポイントですね。6六ついて止めてみましょう。6五桂をね防ぐ形ですね。で歩をついていきました。で飛車先の歩を伸ばします。これはねもう6五歩と仕掛けられてしまうのはしょうがないので、これ5七銀と対抗してね、6筋は手厚く受けつつ、角の頭をね、狙ってね、この2二の角が、この先手のね矢倉に対する急戦のね、軸となっている攻め駒なので、その角をねやはりこう飛車でこうプレッシャーをかけてね、狙っていくというのが私のね考え方になります。ただね、2五歩と突くだけではね、飛車の力だけではこの角をね、いじめ切る、攻撃しきることは難しいので、なかなかねやはりこの後手のね、矢倉に対する急戦策はね有力とされてますね。はい、今プロの間でもね非常によく指されている形です。ここにね今桂馬で来たんですけど、最初に言ったようにね銀で来る形もありましてね、今回は桂馬だったんですけどね、銀で来る形もあるところです。8六ですか。これはもうなんていうんですかね、一番激しい順に進みますね。同歩ですと8五歩と継ぎ歩をしようということですね。同歩8五歩同歩同桂とねもう居玉のままガンガンいってしまおうと。それで8六銀とかわしても、本当にこうね潰れされてしまうかどうかは難しいところですし、同銀と取るのもありますね。同銀はちょっと妥協した手ですね。同銀と取ると、継ぎ歩はないんですけれども、この6筋の地点がね6筋方向が少し薄くなるんでね、難しいですね。同銀と取るか同歩で取るかどっちもありますね。同銀6五歩なら5五銀と出て、そんな簡単にね、潰されるという感じもあると、同歩だと次をすぐやってくるかどうか、もう少しね6三銀とか力をためた後に継ぎ歩してくるとかね、いやどっちもあります。同歩か、同銀かどっちもありますね。難しいです。ちょっとここは考えますね。どっちがいいかな。同銀だとね簡単にこう継ぎ歩は消せるんですけどね、ただこうねやっぱ6筋少ないので同銀してみますか。同歩もあるところです。これちょっと解説編の方でできればと思います。7五歩、これは軽い攻めですね。ちょっとね、7五で6三銀と使っておく手もあったところです。これは同歩と取らせれば少し攻め味が広がると。ただ同銀左と取る手があるんでね、どうか。同銀左取りますかね。一応銀2枚がね手厚いので、そんな簡単に崩される感じではないかなと思います。私の方もね。相手の方もね、飛車角がフルに効いているっていうのは利点なんで、後手陣もねフルに効いてるのは利点なんですが、まだね飛車角桂だけの攻めなんでね、この攻めの銀が参加してないので、そこまでねなんていうんですかね、もう一発でこの銀2枚金、飛車の動きも取ってますしね、この先手陣を一発でね破るというのは結構大変かなという気がします。6五歩と打ってくる手がね一つ攻めの形であって、銀をね、5五か7七以外ならね角交換にはなるんですけど、仮にね、6五歩に、5五銀と出てもねそんな簡単にねやはりこう最悪角交換だとね金で取り返せる格好なんでね、一つ考えるのはただ6五歩に5七銀と引くと、8八角成同金に7九角とね打つ手があるので、ちょっと先手が怖いかもと。今その形をね狙った手ですかね。5七銀と引く手も、形としては5七にね引くのもあるんですが、8八角成同金7九角とね、この銀取りで打たれた時に、飛車の動きで金取りにはなってないんですけどね、その銀取りを受ける手うまい手があるか。ただそこで4六角と打つ手があるかな。4六角と打って受かってるかもしれないですね。ちょっと考えてみますね。それで受かっていればね銀をこっちに引く手もあるところですね。あと5五銀っていうのはねもう出てくのはもう一番強気な手で、それもやってみたいところですよね。もうね相手の王様も居玉なんで、5七銀はおとなしいですけど、5五銀と出てね、例えば5四歩と突くと、同銀で角交換になるんですが、
まあただもう相手の王様もね目前のところまで銀がねプレッシャーかけれるんで、まあそうやってしまう手もあるとこですね。迷いますね。5四銀出ちゃう手もあるかな。もうね勝負でね歩を突いた時に同銀もあるし6四にね銀をかわす手もあるんですよね。この辺ね私の方にも選択肢が結構広い。あと7七銀とねすみません解説最後なんですけど、7銀とこっちに引いとくのも一番穏やかですね。こっち引けば穏やか、それもあるとこですね。ということで非常にちょっと有力手が多いので長考になりますね。ここはね5五に出ますか。これ一番積極的な手です。今度はねもう後手の方も6三銀っていう手が間に合わないんですね。6三銀上がると6四にね歩が逆に打てるんでね、ということで一番激しくなんですかね捨て身の攻撃ですね。さあどうなってるんでしょうこれは。同銀ですね。さあこれでもうお互いに引くに引けない戦いになりました。同金の時に6七角ですかね。さあどうなるか。金銀バラバラですけど結構ねこれ相手の形の銀と桂しか動いてないんで大乱戦ですけれどもね、これ次に6三歩とか打っていく手が非常にきついんですよね。6三歩7一銀5五角とか打てばあっという間にこう反撃が炸裂する。駒が動いてないんでね、反撃に対して弱いんですよね。なので金上がったんですけれども、これはねどんどん攻めてね行きたいところですね。5五角もあるし6三歩は同銀ですね。あとは6四銀とねすり込んでいく手もやってみたいところで、ここはちょっとねチャンスのような気がするんでねちょっと考えたいところですね。5五角だと4四角とか打ってくるのかな。同角同歩一回それをやっとく手はあるところですね。あとは4六角と打って6三歩を狙うのも有力ですね。それもかなりやってみたいところ。迷いますね。あとはね5七八金とじっと寄っとく手もやってみたいですね。7八金と寄って玉を安全6七角と消しとく、そうやってきますかね。いやこれどんどん攻めていっても全然いけそうなんですけど、金寄ってちょっと一回余裕のって言っちゃなんですけどね、一回こう金を寄って自陣を整備ね。これ6七角打たれる形が嫌な形だったんですよね。6七角と打って2で5六角成と7六角成を狙われるのが嫌だったので金を寄ってね。でこういう手はね損になりにくいんですよね。自玉を安全にする手なのでやってねもったいなかった損しちゃったってことになりにくい。王様はね必ず相手が最後攻めてきますので、王様の周りをねこう整備しておく手っていうのは基本的にはやっといてね、後でねこれがまずかったってことになりにくい手ですね。で角を逆に先着してきましたね。ここ急所のラインということで、さあこれはどうするか。7七桂が第一感ですね。7七桂かあとは7七角と合わせてもありますね。同角成同桂どっちがいいかな。7七角の方がよりいいですかね。7七桂もあるとこですね。7七桂なら角を手持ちに戦うということで、角を打ったのはちょっと欲張った手で、相手から同角成とすれば同桂がね、桂馬が手順に使えていいよということでより欲張った指し方です。さあどうでしょうこれ。8九角と打ってくる手があるんですけどね、それをやってこられるかどうか。これ8九角だったらめちゃめちゃね激しいですね。この金を取ってねしちゃうのこれだとね、欲張った甲斐があったかなと得したって感じですね。いってね、得しましたんでね。さてこれで次に多分おそらく8五桂という手を、後手は狙っているので、そうですね4六角と打って攻めてしまって、4六角は一番積極的な受け方、8五桂を受けつつ、反撃を狙っていくという指し方で、8六歩とつく手もねやってみたいですね。8六歩も結構丁寧な手で、それの方がいいかな。8六歩とついてこれでね8五桂を消しつつ、この金の動きも楽になるんでね、これはねちょっと受け止めた格好ですね。後手の急戦を、先手がうまく受けたという感じです。歩突かれましたけど、これね歩ついた効果で、6七歩成も同金で大丈夫なんでね。さあどうしましょうか。2五歩と伸ばすか4六角と打つか。4六角か3五角とぶつけてくる可能性がありますね。さあどうしようかな。2五歩とつく。2五歩は普通ですかね。飛車先を伸ばしていずれのね2四歩の攻撃を狙うと。すぐついてね同歩同飛車といくんじゃないにしてもいずれね反撃で使うということで、ここはねうまくね後手の急戦をね先手が食い止めた。一歩でもね後手が持つと7四歩みたいな手があるんでね注意が必要です。で3三桂はもうより積極的にということですね。ただかなり前がかりになってきてるんでね先手としても怖いところです。4六角と打ちますかね。これがね狙い筋で、この銀と連動させてねこの桂馬が動けないんで次6三歩と打つ手がめちゃめちゃ厳しいんですね。歩を4枚持っていて6三歩と打って、すぐ6三歩ですとね同銀同銀成同金それもあったんですけれども、6三歩をより効果的に
しようということです。同銀ならば7三角成、同金なら同銀成、同銀に7三角成ということでね、あと桂馬を狙いつつ後ろにね飛車がいるんでね、よりこの角打ちが、破壊力がね、増しているということですね。例えば具体的に言うと次に6五桂とかね、6五桂とか8五桂とかいう手ができるんでね、はい。さあここでどうするか、この4四の角のね働きがいまいちなので3五角とぶつける手が一案ですね。この角がねやっぱ強力なんで、だから3五角に対して6三歩と打つ手があるかもしれないですし、同角同歩に5五角みたいな手もあるんでね、本譜は王様がありました。これはちょっとねまっすぐ受ける手が難しいので、ちょっとね、開き直って王様を移動させて緩和した。ただこれ歩打てるんでね、これは優勢になったでしょうね。最後におそらくこれは飛車を見捨ててね銀を打ち込んで勝負するということじゃないでしょうかね。そうですね、これで飛車を取れるのは大きいんですが、ここで銀を打ち込んでね、そうですね、この時に王様が早逃げしてるので、攻め合ってねなんとか勝機を出そうということで、なるほどという勝負術ですね。さあどうするのがいいか。馬を王手で引くと金上がってくる。攻め合いでね勝てばですね、2四歩と突くとか、で金を1回ねどっか逃げて銀鳴らしてっていう考え方もありますね。ただこの銀打ちは結構嫌ですよ。やっぱ王様ねこっちは居玉なんでね簡単ではないです。さあどうするのがいいか。2四歩と突く、6四馬とね引くのもありますね。金どうすると歩を打つか金を打つか、引いてみますか。一個ですね。で金上がってくれば、もっとより激しくこっちは攻めるイメージです。歩ですか。歩打たして少しね、楽になったということで、受けに回って指す手もありますし、もうどんどん攻めて2四歩と突いて攻めて勝てればいいですね。銀になって、ただ金になってどって同時にね6七歩成というのが部分的には結構厳しい攻めなので、一回丁寧にね金をね逃げとく手もあるところで迷いますね。これはね、攻めるなら4六桂というのも攻めの形ですね。いろいろあるところです。どうするのがいいかな。金上がって銀になって歩受けるっていうのもね丁寧で、それでもね、十分かなという気はするんですが、何かもう攻めて勝てれば一番いい。歩を突く同歩かな。2四歩はどうでしょうか。取って歩になって難しいですね。どっちがいいかな。2四歩と突く、あるいは5五歩と突く。他にもね手はありそうですね。どうやるのがいいか。金をね逃げて戦えればね一番手堅いんですけど、もう寄せてしまう手も考えたいところなのでちょっと迷いますね。ちょっと迷いますね。でもちょっと受けに回りますか。これはね手堅くちょっと受けに回るということですね。金をかわして5六銀成なら6八歩と受けてね、今現状飛車桂と銀の交換なので、攻めて寄せに行ってもね十分多分先手戦えたと思うんですけど、もう丁寧にね受ける方で少しね相手の攻めの面倒を見ながら、最後に反撃を決めるようなイメージですね。これはただ相手の方がね飛車を見捨てて、銀を手に入れてね6七銀打っていったのはね非常になんていうんですかね、いい勝負手でしたね。これで一応押し込んでね、王様が手が生きてますからね、局面はこれ先手がいいと思うんですけど、いいね手勝負術でまだね結構大変ですね。王様薄いですからね先手の方も。一回こうね8七金っていうのは金がね王様からそっぽいってちょっと嫌な手なんですけどね、引いちゃうとこっちの7六になられる手があったんでねちょっと解説前後したんですけど、これで歩で取って同銀成ですか。さてですね、これ同銀成と多分取ってくるんですけど、さあその辺りからそろそろ何か反撃をしていきたいところですね。どうするのがいいかな。2四歩と突いて、2四歩はねいずれやはり先ほど飛車先の歩なんで突いていきたいところなんですけど、さあどこが急所ですかね。結構ねコンパクトにまとまってる後手陣なんで、相手の方考えてますけどね、おそらく同銀成だと思うんですけど、そこでまた6六歩とか丁寧に受ける手もありますね。もうどんどん受けていきますかね。6六丸です。これ次にね7七成銀を狙ってるんですけど、2分30秒。丁寧に受けますかね。銀立ってくるかな。銀立って銀出て激しく攻めてくるかどうか。それをやらせてね反撃して勝つというイメージでさせてもらいますね。いや迷います。こういうところで方針をしっかりした方がいいですね。攻めるか守るか。7七成銀がね、そんなに、王様から遠ざかる攻めなんでね嫌ではないんですけど、やっぱり戦力をね補充されると相手の攻めもね切れなくなってくるんで、2四つきますか一発ね。この歩は一回ついといて損がなさそう。もちろん手抜いて7七成銀もあるんですけど、2三歩成もねきついんで、ということで相手の方同歩。さてどうするのがいいかな。飛車を打っ
取って桂馬を打つ、まあ6六歩と打つ手ですけど5五銀と出てね勝負をしてくる可能性がありますね。こういう取って銀出て難しいところですね。4六桂は4五銀で5四歩、それもありますかね。4六桂もあるとこですね。何によって取って寄って1分30いや秒。時間がね結構なくなってきたんで気をつけてですね。じゃあ丁寧にちょっと受けますか。こうね、ただこれは銀を直進してさらに攻めてくるかもしれないですね。角ですか。これも歩をついて徹底的にね相手の手を消していきます。5五銀もあったと思いますね。これは私がこう受けに回ってね受け切って勝つという受け切ってというかもうちょっと攻めを余してね勝つという方針です。8七金と上がった手がねちょっとこう玉から離れる手なんですけど相手の攻めをね、なんですか受ける方針なので攻め合いもあるところなんですけどね、攻め合いたい気持ちも十分あるんですけど一回受けに回ったんでね少し丁寧に受けようと。今3六角のところでね5五銀と出て6六銀って感じでね殺到していく手もあったと思うんですよね。これはね桂跳ねは勝負手ですけどさらに受けます丁寧にね受け潰しに近いですけどね、桂馬を取ると角をなってくるので歩を受けてね5七桂成を消すと、徹底的なね受けで激辛流のような感じの手ですけど一回受け始めたらね丁寧にこう相手の手をね積んでいった方がいいですね。今のね桂馬飛んだのは桂馬を犠牲に角を成ろうってことだったんで、ただ5七桂成を防いでね5八歩と手堅く打ってね、さあだんだんねこれで相手の方の攻めが切れ模様になりつつありますね。歩が利かないんですよね。このね歩を3枚持ってるんですけど歩を持ってれば5七歩とかね打つ手が、歩が利けばねすみません歩を持ってればじゃないですね、歩が利けば5七歩と打ちたいですけど5三にね歩を打っちゃってるんでね。でだから先ほどねちょっと前に戻りますけど6四馬と引いて、この王手に対してね5三金と上がればこういう時に歩が利くんですけど、5三金だったらね攻め合いで指すつもりだったんでね、そういう、なんていうんですかね使い分けという手下で、歩を垂らしてきましたね。さてそろそろ、反撃の形をやっていきたいと思いますね。飛車を、打ちますかね。どこに打つのがいいかな。8一打ちますか。これでねよく飛車を打っておいて、いつでもね反撃できる歩成りですか。これは同玉と取るか逃げるか。同玉もありますね。1分です。迷います。同玉と強く取っても手がなさそう。同玉でいってますか。怖いけどね、こう一瞬怖いですけどね。玉逃げると時に引いてくる手があるんでね、これで金駒1枚何か入ると詰みですけど出る入る場所がなければね大丈夫です。で今ね持ち時間が残り、1分切ったのでここからはね時間も切れないようにしなきゃいけないですね。時間もねこれは相手の方は困ったでしょうね。攻めとしては攻めが切れちゃってますので、あとはね何かどっかで駒を取ればね、頓死なんですが駒が入る場所なんで、これは受けがね、怖い形ですけど受けが成功しました。で銀上がりました。これは収めて寄りましょう。で垂らしてくるのかなまた。そうですね。ただこれはもうそろそろどんどん攻めていきたいですね。歩をついて。そうですね。これは桂を取って、角をぶつけてきて、同銀ですか。さあこれでそろそろどんどんいきますかね。桂馬を飛んで、時間がね私40秒なのでねこれで馬を引いて、局面としてはね、優勢ですね。もうねかなり大優勢。今度は同玉と取らずに逃げちゃいます。もう王様ねこっちに行っちゃった方が広いんでね、先ほどのね6九歩成も同玉じゃなくて逃げちゃう手もあったぐらいですね。これで玉取って2四馬を狙っていきます。桂打ちですから馬を玉打って、これははっきり優勢です。あとは持ち時間ですね。残り30秒なんで時間切れさえなければ私が勝ちそうな将棋ですね。桂成ですか。これは、調べますか。同桂だと同角成、それでも良かったですが、そうですね飛車を引いて角飛車を引いて、さあ時間がないんでね時間だけ気をつけないといけないですね。これはね角成ですか。で桂馬を打って残り23秒でこの美濃囲いをね崩さないといけないので、局面は勝ちです。詰みになりそうですね。行きましょう。これは詰みでしょうねおそらく。残りね、角銀銀持ってますからね。さあギリギリ、すいません詰みですね。ありがとうございました。ちょっと時間最後ギスギスでしたけど同僚になりました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。
戦型が、私の先手ヨーダに対して後手のね急戦策ということで、プロの棋士の間でもですね非常に多く指されている、戦型のね一つになりました。こちらの大盤を使ってですね解説編の方でも詳しくね変化などをやっていきますので、ぜひぜひそちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。